ボンジュール。今日はクリニャンクールの飲みの市に行きましょう。この飲みの市はパリの北端、正確に言うとサン・トゥアンの町にある世界最大級の飲みの市。私は例によってアコさんと一緒に秋の一日を満喫したいと思います。さて、どんな出会いがあるでしょう。どうぞ最後までご一緒にお楽しみください。メトロ4番線ポートドクリニャンクールの駅で降ります。パリ市内から飲みの市に行くにはおそらくこれが一番便利な方法なのではないかと思います。地上に出てポートドクリニャンクール通りを歩いて行きます。左側に露天商が出ていますが、私たちが目指すのは高架橋のさらに先のエリアです。クリニャンクールの飲みの市はおよそ7ヘクタールにわたって1500とも2500とも言われる出店者があるという巨大なマーケットです。1日で全部を回りきるなんてとっても無理なので、今日はベルネゾンというエリアを中心に訪ねたいと思います。薄曇りの肌寒い朝、私はこの暖かい明かりのお店にまず惹かれました。お店の外の通りにもこんな風に商品が並んでいます。クリニャンクールの飲みの市は1年を通じて土曜、日曜、月曜日に開かれる店がほとんどです。土曜日の10時半ぐらいに到着したんですが、まだシャッターを下ろしている店も多かったです。これはシャトゥで学習しました。人形の目なんですよね。このお店実は3平米ほどなんですって。こちらが店主のマダム。外の陳列台になるテーブルはここに準備してあるんですね。うちのお店はここだけではないの。娘がやっている店に案内するわとマダム。もっと広くてたくさん商品があるわとおっしゃいます。お店を開いたまま留守にしちゃっていいのかしらとちょっと心配になりますが、マダムの後についていきましょう。マダムはクリニャンクールで50年のキャリア。おじさんも骨董商だったとおっしゃいます。とってもいい感じのお二人。ダニエル、パメラさんのお店、確かにお母様のお店よりも広い。そしてこの右にあるのはパメラさんのお父さん、つまりダニエルさんのご主人のお店なんだそうです。私たち事前に何か連絡を取ってたわけでは全然ないんですよ。けれどもこんなに温かく迎えていただいて本当に幸運です。とてもありがたい飲みの市巡りのスタートとなりました。パメラさんのお店、ちょっとお邪魔いたします。このロイヤルコペンハーゲンのセット、なかなか素敵ですね。照明器具も可愛らしい。カトラリーレスト、箸置きにもいいかもしれません。銀器がたくさんありますが、これは紅茶を注ぐ時の茶こしですね。ここには人形の頭、先ほどの目がここに入るわけですね。そしてお隣の
パメラさんのお父さんのお店。アコさんの目に留まったこの箱、ガン、手袋と記してあります。寄せ木細工のもエレガントですね。こちらはまた別のスタンド。シルバーの見事な品揃えに私たちは目を奪われました。ナイフの柄の部分がマザー・オブ・パール。エレガントですね。そしてこれはきっと貯金箱ですよね。これ中のお金が必要な時には割らなくてはいけないってことかしら。19世紀に使われていたというベル。有名な作家物だと800ユーロ以上という値段がついていました。とても価値の高いものなんですね。ここにはお買い得なお皿のシリーズもありました。こちらのお皿の縁取りの模様がなかなかおしゃれじゃないですか。同じシリーズでも色が微妙に違っています。こちらはまた別のスタンド。アコさんはラビエに興味津々。私は最近この足つきの食器、コンポートに目が行きますね。このアザミの模様のシリーズもなかなか素敵ですよね。なるほど、この形の食器、こんな使い道もあるかも。この雰囲気はフランスのものじゃなさそうというアコさんの勘。正解。これはイギリス製でした。まあ壁にはアイスペールがこんなにたくさん飾ってあります。このワンちゃんも実は貯金箱、壊されずに残っていました。こちらのお店はなんと日本人女性がオーナーさんでした。岡本彩さん。コロナ禍の時期の出店になってしまったこと、しかも赤ちゃんも生まれたということで、いろいろな人生のイベントが一緒に来たという感じで、なかなかここまで大変だったとおっしゃいますが、朗らかに生き生きと頑張ってらっしゃいます。ヨーロッパの食器に混じって日本の食器もありました。お洋服も扱ってるんですが、日本の羽織もあります。そしてひときわ私たちの注目を集めたのがこれです。日本の戦前の頬紅なんですって。ということはもうかれこれ100年近く経っているってことになるかしら。でもそっくりそのまま残っていて、まるで今でも使えそうじゃないですか。そしてこれお気づきになりました？クラブ頬紅って右側から読むように名前が書いてあるんです。
かつての日本人もなかなかおしゃれでしたね。あやさんのお店の品揃えはなかなか趣味が良いです。私はこのバルボチーヌのお皿に目が留まりました。あこさんはこれが気に入ったようですが、自分が好きな器が一番いい器。その通りですね、あやさん。あやさんの笑顔と一緒。空もとても明るくなってきました。色づいたツタが屋根を覆っている。なかなかの眺めですね。あこさんの記憶によると、こちらのお店はずいぶん前からあるようです。お店にお邪魔してみましょう。マダムが出迎えてくれました。こちらのマダム、なんと30年このお店を営んでいらっしゃるそうです。ご専門は布です。この布、素晴らしくないですか？椅子の座面の部分に使ったりするそうです。これもまた見事。もちろん絹です。こちらもまたとってもニュアンスのある色調で素敵ですよね。このぐらいの幅だと壁に貼ったりカーテンにしたりするそうです。あこさんが注目したのは、この布と日本の漆器との取り合わせです。まるでマリー・アントワネットみたいねとあこさん。確かにその通り。マリー・アントワネットの漆器のコレクションは有名ですものね。こちらのマダム、この漆器は売らないんですって。ご自分で大切に持っていらっしゃいます。この辺りには南仏プロヴァンス地方の布があります。どれもとってもいい状態できれいに畳んであります。一つ一つの細工が本当に見事ですよね。思わず見惚れてしまいます。こちらの角のスタンドもとっても個性的。ブリキのポットが勢ぞろいしています。ブリキのオブジェがお好きな方も結構いらっしゃるんではないでしょうか。こちらのスタンドにはリーバイスのジーンズ、ワインボトルのケースを使って展示していたりするのもおしゃれですね。私はこの旅に惹かれました。こんな風にお店の外の通り道を利用して展示してあったりするもの、何気ないけど思わず惹かれて足が止まります。皆さん、これなんだかわかりますか？これフランスの農業市などで牛たちの等級を決めたりするんですよね。その時のメダルなんですね。これを上手にインテリアに生かしているレストランがあったりします。
ベルナゾンのマルシェはクリニャンクールの飲みの市の中でも最も古い歴史のあるエリアなんだそうです。迷路のように小道が入り組んでいて、いかにも昔ながらの飲みの市という風情を残したマーケットです。このエリアだけでも300くらいの出店者があるそうです。岡本彩さんが勧めてくださったのがこちらのお店。店主のジルさんが案内してくれます。De la vaisselle, de la faïence, on appelle ça la faïence populaire. Et voilà, ici on a un peu ce qui est la faïence du début du XXe siècle, 1920, 1930, avec des motifs un peu art déco, voilà. Et puis des motifs floraux, comme voilà, comme ça par exemple, un peu plus campagne. Et puis ici, on va être de la fin du 19e. Donc là, c'est des motifs un peu plus précieux, un peu plus délicats. Voilà, là, ça rappelle plutôt un peu Napoléon III, 1880 par là. Et l'autre côté, c'est votre boutique. Et l'autre côté, c'est ici, c'est plutôt pour manger. Voilà, les pots à lait, les assiettes, les bols. 彼はもう一つ向かい側にもお店を持っています。Alors, pour cuisiner, par exemple, ça c'est la terrine. Une terrine pour faire de la terrine de lapin. On a la forme du lapin qui apparaît. On a les confituriers pour faire la confiture. Voilà, et puis vous avez d'ailleurs le panneau avec un confiturier qui est là. Et avec d'ailleurs la passoire qui va avec pour la confiture. Et puis ici les moules, les moules à gâteau, les casseroles bien entendu. Ça c'est le Cuivre, les casseroles en cuivre. Ici les moules à chocolat. Tout ça c'est pour faire le chocolat. Vous en avez d'autres qui sont présentés là-haut. Et puis ça c'est du... Ça c'est pour la faisselle de fromage. Et là c'est les moules à cannelé. Voilà les petits moules à cannelé comme ça. 調理器具のお店と食器のお店とが向かい合わせになっているんですね。このお店の食器もまたワクワクするようなディスプレイ。バルボチーヌもこんなちっちゃいサイズのお皿ってちょっと珍しいような気がします。これはバター入れ。お皿そのものも可愛いですよね。これもバター入れですが、ガラスでできてるんですね。これなんかはアクセサリーを入れたりしてもいいかも。まあ天井に届くほどびっしりと素敵な食器が並べられたとても魅力的なお店でした。さてこちらはまた別のお店ですが、入り口からしてなんだかインパクト強いですね。ここに棒があるということは、おそらく店主がお留守。これ何ですか？スイッチなんですよね。どうやらこのお店は照明器具の専門店ですね。こちらもまあ壮観って言っていいぐらいびっしりと布物が並んでいます。感心したのはこの色とりどりのナプキン。こちらのオーナーさんが自ら染めたものとおっしゃってましたけど、
すごいですよね。あこさんが注目したのはこの小さな帽子。赤ちゃんのものなのか、それともお人形のためのものなのか。どれも本当に細工が凝ってますね。このお店のツタもまた見事。ヴェルネゾンのマルシェの魅力は迷路のようなところ。あら、あこさん、ここでもくるみ割りを発見。ここにもありました。このつづら、私たち2人が入れそうじゃない？確かにそんな感じですね。この扉の向こうになんだかまた不思議な国がありそうな雰囲気です。小さなお店が長屋のように並んでいた印象とはまたがらりと変わって、まるでお城が出現したよう。このスタンドにあるものはまるで美術館クラスって言っていいものばかりじゃないでしょうか。ここからも奥がありますね。クリニャンクールの飲みの市って本当に魔界だと思いました。ここで急にどこかにタイムスリップしてしまってもおかしくないんじゃないかしらという気分です。けれども現実世界の私としてはお腹が空きました。遅いお昼ですが、このセルフペットの中にレストランがあるので、そこでいただきたいと思います。私ここは以前一度来たことがあって、建物の中なので寒い時でも温まれるのがいいなと思っていました。私たちはキッシュロレーヌをオーダーしました。今日は2人とも同じものをいただきます。そしてこれで終わりではなくて、デザートも巨大なプロフィットロールです。もうあっさり食べられますよとお店の方がおっしゃいますけど、あながち間違ってはいなくって、これホイップクリームでかなり傘を出していたんですね。お昼が終わって歩き出すと、こちらのショーケースに目が留まりました。シルバーの専門店。シルバーといっても銀メッキを施したものが多いですけれども、こちらでは純銀製のものもたくさんあります。このチェス見事じゃないですか。左側はシルバー、右はウェアメイユ。銀に金メッキをしたものです。この白鳥のオブジェも素敵。これ実は塩コショウ入れなんですよね。羽の部分が開くようになっていて、そこの中に塩とコショウを分けて入れることができるようです。このスプーンがまた可愛らしい。天使のモチーフがついていました。
こちらのスタンドのものは本当に芸術品と呼べるようなものばかり。見ているだけで幸せな気持ちになりました。こちらのお店もとっても魅力的じゃないですか。セルペットのマルシェのエリアの入り口のところにあります。最近とても人気のあるサルグミヌミントンのシリーズが目につきました。Ça c'est Minton. Ça c'est Salgumin. Ça c'est Minton aussi. D'accord. こちらはフィレンツェの食器。1800ユーロっていうのは13枚セットのお値段だそうです。お店の中も見せていただきました。マイセンのブルーオニオンのフルセットも見事。お向かいにあったバルボチーヌの専門店もとても魅力的と思ったら、同じオーナーさんのお店でした。かぼちゃのオブジェの隣にはクリスマスシーズンに良さそうな雰囲気のお皿。季節を感じますね。マルシェ・セルペットとポルベルのエリアにはまだまだ素敵なお店がたくさんありますけれども、今日のところはこれくらいにして、またいずれかの機会に訪れることにいたしましょう。メトロの駅のそばまで戻ってきました。実は私は飲みの市の後にここに立ち寄りたいと思っていました。ラ・ホシクルリー。昔の鉄道の駅舎を再利用したエコロジー志向の複合施設です。ここの中で食事もできるんですよ。駅の時計がそのままあるところが面白いでしょう。ここで一杯いただいて、よく歩いた一日を締めくくりたいと思います。私たちはパナシェをオーダーしました。ビールとレモネードをミックスしたドリンク。外にも席があってなかなか気持ちがいいんです。そう、昔ここには鉄道が通っていました。パリをぐるりと取り囲む形の環状鉄道です。かつての線路沿いが今は都市農園になっています。よく歩きました。乾杯。さて、今日の私の購入品をご紹介しましょう。これです。って感じでしょ。ところがですね、とあるスタンドでくるみを売っていたんですね。しかもこちらの店主のお母様が取られたというくるみを買って帰ってきました。これを私が長年愛用しているくるみ割りを使っていただきます。この季節になると私はこの殻のままのくるみをよく買います。そして一つ一つこのくるみ割りを使って割りながらいただくのを楽しみにしています。それにしても飲みの市に行って食べ物を買って帰ってくるという食いしん坊ぶりに我ながら少し
呆れますね。さて、最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入ったらどうぞ高評価、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もお願いいたします。お寄せいただく温かいコメントがいつもとても励みになっています。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。